Hey guys! 皆さんこんにちは、アリサです。今日は大切な人との死別との向き合い方について私が実際に経験したことと学んだことをシェアしたいと思います。ちなみに私の個人の経験を少し話すと、ちょうど9年前に、昨日でちょうど命日だったんですけど、私は父を亡くしました。で、その他界は突然なことだったし、家族の誰も予期していなかったことだったりしたので、ものすごく辛い経験をしました。でもその経験の中でどうやって乗り越えていったか、どういうことを学んだかっていうのを今日はシェアしたいと思います。大きく分けて4つあります。1つ目は自分の感情を受け入れるということ。そして2つ目は魂という考え方。3つ目は許し。そして最後に4つ目は学びです。その内容を1つずつ説明していきます。1つ目は感情を受け入れる。その人を思い出すと悲しくなったり涙が出たり、会いたくても会えないっていう悔しさが湧いてくるのは自然なことです。で、そうした感情が出てきた時は無理に抑え込んだりとかせずに、泣きたいだけ泣きましょう。で、感情を吐き出すことはすごく大切で、乗り越えるためには必ず通らないといけない道だと思います。で、それを何度も繰り返していきます。数ヶ月後や数年後、10年20年経ってもふと考えるたびに涙が出てしまう。で、それは何も間違ったことではないし、悲しみがそれだけ強いっていうことは、その人があなたの人生にどれほど大切だったかっていうのを表していると思います。なので、まずそんな風に思える人が自分の人生に関わってくれたということに感謝して思う存分悲しむ。で、それはその人への愛情表現でもあり、自分の気持ちを認識することでもあるので、それも含めて全部の感情を自分の中で受け入れるっていうことが大切だと思います。2つ目、魂という考え方。これは私がお葬式の時にお坊さんが言ってるのを聞いて救われたっていう言葉なんですけど、その人は物理的にはこの世からいなくなってしまったけど、その魂はあなたの心の中にずっと生き続けますっていう言葉です。魂っていう存在を信じるか信じないかは宗教的な側面も関係してくるし、スピリチュアル的に捉える人も中にはいるかもしれないんですけど、死後の世界っていうのはやっぱりいろんな説があったりとかして、科学では証明されてないし信じれないっていう人も中にはいるかもしれないと思うんですけど、でも死別を乗り越えるっていう究極の体験をしている時っていうのは、自分の心を癒すことを一番に優先するべきだと思うし、そうするためには、魂というものが存在するかしないかの事実は置いといて、それが存在すると仮定して自分と一緒に生き続けるんだとか、見守ってくれているんだって思うことで気持ちがかなり楽になると思います。3つ目は許し。自分がその人に対してしたことやしてあげれなかったことに対して後悔があったりとか、その他界した人があなたにしたことやできなかったことに対してネガティブに捉えているところがあったりとか、もしくはその人が他界するに至った経緯に関わった誰かに対して恨みや怒りがもしあるとするなら、それを全て許すことは一つの大事なプロセスだと思います。シンプルに過去は変えることはできないし、そのネガティブな感情を持ち続けているとなかなか前に進めないし、起こったことを全て受け入れて、自分自身なりその他界した人なり他の誰かなりを許す、そして前に進むということです。でもこれはよしじゃあ許そうって頭で考えるだけでは本当に心から許すことっていうのは少し難しい場合もあると思うんですよね。で、そういう場合のためにちょっとしたメソッドを今から紹介します。まず自分が落ち着ける静かな場所、家が中心になると思うんですけどに、瞑想するような感じで座る、もしくは仰向けに寝て目を閉じます。で、目をつぶってる中の目の視線はちょっと下を向ける感じ、ちょっと下を向いてる感じにします。で、まず深呼吸をして心を落ち着かせます。そして手を心臓に当てて、自分が許したいって思っていることを声に出して唱えます。この声に出すということにものすごく意味があると私は思っていて、なんでかっていうと、その自分が考えていること、自分がこうしたいって思うことを頭の中だけで考えるだけだとただの思考にしかならない
と私は思っていて、その声に出すことによって自分で自分に語りかけるような感じで、その言葉が自分の耳に入ってそこから心にも響くっていう効果が私はあると思ってて、その状態で自分が許したいと思うことを、例えば自分がその人にしてあげれなかったことに対して後悔があって自分が許せないとするなら、誰々に私はこれができなかったことに対して後悔しています。でも私はこれからその後悔を手放して自分を許しますっていうふうに声に出して唱えます。4つ目、これが最後になるんですけど、この死別から自分が学んだことに気づくっていうことです。例えば人生がいかに短いかっていうこととか、いつ誰に何が起こるかなんて誰にもわからないっていうことを身をもって体感することは、これからの自分の生き方について考えるチャンスだと思います。一日一日を後悔のないように過ごそうって思えたりとか、あとはもしその他界した人が家族の一人だとしたら、自分がどれだけ家族のことを大切に思ってるかっていう再認識ができたり、あと他界した人に対して後悔することがあるなら、それを他の人には繰り返さないように行動しようって気づけたりとか、自分がその死別の経験から何を学び何を得たか、それに気づくっていうことで、この出来事を悲劇って捉えている自分から学び、人生経験だって捉える視点に心をシフトすることができると思います。はい、でこの4つが私が死別を乗り越えるにあたって気づいたり学んだことです。もしこの動画を見ているあなたが誰かとの死別を乗り越えようとしているなら、私が今日紹介した考え方で少しでも心が楽になったらいいなと祈っています。この動画が少しでも良かったと思ったらグッドボタンをよろしくお願いします。そして私の動画をまた見てもいいかなって思う方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。